はい、どうもこんにちは、ゆうきです。今日もね、楽しいエフェクターを紹介していきたいと思います。今日紹介するのはこちら。じゃじゃん。こちら皆さんご存知でしょうか。ストライモンのですね、イリジウムというエフェクターですね。これはですね、このサイズ、このストライモンのですね、他の筐体と同じサイズでですね、アンプ&キャビネットシミュレーターなんですよ。これがね、非常に音が良くて、使い勝手がとてもいいということでですね、今日はね、試していきたいと思います。こんな感じですね。3つのアンプタイプと3つのキャビネットタイプがあります。で、各つまみがいろいろあったりですね、ルーム感を再現するのルームというつまみだったり、各 EQ だったり、このつまみで調整できるアンプシミですね。で、こちらですね、ツインペダルになっていてですね、こっちでお気に入りの設定を一つ登録しておくことができます。フェンダー系のアンプタイプを作っておいて、踏み替えたら歪みでマーシャル系に切り替わるみたいな使い方ができます。こんな感じのね、使い勝手が良くてね、音も定評があるということで、これをね、試していきたいと思います。非常に楽しみですね。では、行ってみましょう。音を見ていきたいと思います。まず筐体はこんな感じですね。EQ のつまみがあって、原因ですね、ドライブの調整ができてですね、レベルの調整があって、このルームっていうのでね、リバーブ感というか、アンプのリバーブというよりも、アンプをスタジオで鳴らしてですね、それが部屋で響いてるみたいな響きを与えることができます。これもね、非常にリアルなんですよ。後でやってみたいと思います。この EDGM ですが、1対リアルなね、チューブアンプとスピーカーキャビネットの IR、インパルスレスポンスを使ってですね、リアルな音を作っていくアンプシミュレーターなんですが、今はですね、LINE ですね、こちらのインプットにつなげてアウトプット、それから LINE で収録しております。ラウンド、チャイム、パンチっていうのがありますね。これがそれぞれ、ラウンドがフェンダーのデラックスリバーブで、チャイムがボックスの AC30 で、パンチがですねマーシャルですね。マーシャルのアンプですという感じで見ていきたいと思います。バイパスノートはこんな感じです。ギターはギブソンの ES335 です。はい、こんな感じです。だからもうバイパスの音からいいですよね。ではオンにしていきたいと思います。まずはフェンダーのデラックスリバーブのモデリングですね。ラウンドっていうのを見ていきたいと思います。はい、どうでしょうか。めちゃくちゃいいですよね。パッと聞いた印象だとですね、こういうデジタルのね、この LINE のアンプシミュレーターっていうのはあんまり立体感がないイメージがあったんですけど、ちゃんとね、奥行きがあって、レスポンスも良くて、で、ちゃんと強さにも追従する感じですね。ピッキングにも。強く弾いたらちゃんとこういう感じで強くなってくれるんで、優しく弾くとこんな感じになってくるんで、ね、とても気持ちいいですね。ここはキャビってありますね。ここはキャビネットタイプなんですが、アンプタイプごとにですね、3つのですね、キャビネットが用意されてます。なので、3つのアンプにそれぞれ3つなので、全体で9種類ですね。9種類のキャビネットがあります。これをじゃあ1つずつ見ていきたいと思います。まず A ですね。はい、こんな感じです。じゃあ B がはい、もうちょっとね A よりマイルドな感じ、ちょっとミッドが強い感じかな。で C、 はい、これはですね、なんかもうちょっとハイも出てるけど A の音にローがもうちょっと強くなった感じのイメージですね。僕はね全部好きですけど、そう A かA が好きですね。とてもいい感じです。で、これにですね、それぞれEQ がついているので、上げていきますと。ここを上げるとドライブが上がっていきます。ちょっとボリュームを下げましょう。フェンダーアンプをね、歪ましたかのような音が作れます。で、EQ もそれぞれしっかり効くので、ベースを上げると、で、ミッドを上げると、こんな感じでね、それぞれ EQ が効きます。
で、冒頭にもちょっとお話ししたんですが、このルームですね、このルームに関しては、リバーブという感じではなくて、なんか部屋で響いてるみたいな音をですね、しっかりとシミュレートした感じですね。部屋で響いてるようなね、リバーブ感が得ることができます。一応試してみましょうか。今9時ぐらいですけど、これを0にしますね。残響はほぼないですけど、でもただアンプのですね、真空管の奥行きというか、奥行きの気持ちよさがですね、リバーブが全く入ってなくてもちゃんと気持ちいいですね。もうこのリバーブなしの状態ですごく気持ちいい音です。でマックスにしてみましょう。極端ですけどね。ちょっとやりすぎ感はありますけど、部屋で響いてるような感じを出せます。なのでちょっとかけるぐらいがいいかもしれないですね。はい、こんな感じでございます。っていう感じでラウンド、デラックスリバーブのね、モデリングでした。次、チャイムですね。これボックスの AC30 ですね。で、このモードになった時はですね、ミドルがですね、トーンカットノブに変わりますので、これを上げていくと広域がカットされていく感じですね。そしてですね、ドライブを3時以降にすると、トップブースト時のサウンドに変わります。その辺も含めてね、見ていきたいと思います。まずはそれぞれのね、音を聞いていきたいと思います。じゃあまずキャビネットタイプの A ですね。B。C。はい、いかがでしょうか。非常にね、このボックスらしいミドリに特徴のある音かと思います。はい、とっても気持ちいいです。じゃあ、さっき言ってたですね、ミドルのつまみを回していくと、トーンカットノブの動きをします。やってみましょう。まずミドルを0にしましょうか。結構パリッとした気持ちいい音ですね。で、これを回していくと、マックスにしてみましょうか。はい、トーンカットノブなので、回すとハイが削られた、トーンカットの音になります。いいですね、非常に面白いです。いい感じの音作りができると思います。これもね、ハイもローも効くので。この辺を駆使してね、音作りがしやすいかなと思います。ではですね、次にですね、ドライブをですね、3時以降に上げるとトップブースト時のサウンドになるみたいですね。ここから急に変わります。こんな感じで結構歪む音になりますね。トップブースト時の音になります。はい、とっても歪む音になります。はい、ボックスらしいいい音ですよね。使いやすい音だと思います。そしてパンチ、これはマーシャルですね。これもキャビネット A タイプから見ていきたいと思います。EQ のつまみは全部12時で。いかがでしょうか。そして B。C。いかがでしょうか。とてもこれもいいですね。じゃあマーシャルなので原因を上げた音を聞きたいと思います。はい、これだけ歪みますね。
はい、マーシャルらしいね、非常にいい音だと思います。とてもね、ハイに特徴があって、綺麗な音ですよね。ちょっとハイゲインでまたのキャビ見てみましょうか。どうでしょうかね。僕は B が好きですね、マーシャルは。他のより柔らかい感じがして好きです。そしてじゃあローゲインはどうなのかというところで、ドライブを下げるとこういうクランチ的なサウンドも。はい、こんなクランチ的なサウンドもしっかり作れます。僕はね、非常にこれいいなと思いました。とっても好きです。はい、こんな感じで3つのアンプタイプと、それにそれぞれ9つのキャビネットタイプですね。これが非常にいい音で、それぞれも使いやすくていいかなと思いました。奥行き感がね、感じられるのが僕はね、非常にいいなと思いました。で、これ今、こういう感じでですね、ここからヘッドホンにつながって、今ヘッドホンでモニターしております。でこういう感じでね、イヤホンジャックが使えるっていうのも、非常に一つのね、大きなメリットだと思います。はい、ということで、じゃあ次にもう一個ペダルがありますね。この FAV、これが何なのかということを、説明していきたいと思います。フェブラリットですね。お気に入りのセッティングとリコールが可能です。マーシャルの歪みの音を作っておいて、フェブラリットに登録しておいて、ラウンド、フェンダーのアンプを常時使っておいて、で歪みが必要な時にこのフェブラリットで先ほどのマーシャルの歪んだ音を呼び出すみたいなことができます。2回やってみましょうか。じゃあパンチですね。マーシャルの音で作っていきたいと思います。歪みのサウンドですね。こういう感じの音にしておいて、はい、ここですね。このフェブラリットスイッチを長押しします。はい。で、青く点滅しましたね。これで今の設定が登録できました。じゃあ、メインの音を作っていきたいと思います。ラウンド、フェンダーの音にしてですね、綺麗なクリーンを作りたいと思います。はい。こんな感じで作りました。で、ここフェブラリットを押すと、さっきの音が返ってきます。はい、こんな感じで、実質ね、2つのアンプがね、切り替えれるということでね、非常に面白いですよね。とっても使えると思いました。いかがだったでしょうか。なかなかね、いいですよね。ちっちゃいし、練習用にもいいし、で、自宅で弾くのにも気持ちいい音を得られるっていうのと、LINE でね、録音する際にも非常に便利っていうところがあってね、非常にいいね、その人気の理由がわかる商品でした。他にもですね、PC でですね、この IR ですね、このキャビネットの IR をですね、入れ替えて使うこともできます。なのでですね、この USB のケーブルがついてるんですけど、それをパソコンにつないで専用のアプリケーションをダウンロードして、ここで操作を行えば、もっと他の音も楽しめるっていう感じになってますね。あとはですね、ここにヘッドホン端子があるんですけど、練習環境でもね、非常に使えるかなと思いました。モニターとしてもね、いいかもしれないですし、あとはこれできることが非常に多くてですね、今 LINE ですけど、アンプにつないだらどうなるのか、アンプのリターンに挿してつないだら、この実際のアナログのパワーアンプとキャビネットからちゃんと出力できるのかみたいなこともあるんですけど、それはですね、実際モードをチェンジしてつなぎ直したら、そういう使い方もできるようです。それはね、また後日試してね、動画にしようと思いますのでね、またぜひ見ていただければと思います。はい。という感じで、こんな感じでイリジウムの音でした。めちゃくちゃいいですね、これ。はい。ということで、いかがだったでしょうか。ストライモンのイリジウムの音を聞いていただきました。これね、本当に使ってみて便利だなと思いました。まずね、やっぱり何といっても音がいいのがね、僕は非常に気に入りましたね。特にこのアンプタイプのですね、ラウンド、フェンダーのデラックスリバーブのモデリングなんですけど、このクリーンの音がね、もう非常に好きです。ちゃんとね、奥行きがあって、デジタル機材に、ね、ありがちな、その平たい面的な音ではなくてですね、しっかり奥行きがある音がした感じがして、個人的にはすごい好みでした。あとはですね、実際これ、今回は LINE で収録しましたけど、モードの切り替えでアンプのリターンに挿して、実際にアンプで話すみたいなこともできますので、
その辺もね、今後この動画で、やっていきたいと思いますので、ぜひね、この機会にですね、チャンネル登録をしていただいて、また次の動画でお会いできればなと思います。こんな感じでですね、僕の動画ではですね、こうやってエフェクターの紹介や、ボスのコンパクトなエフェクターの紹介だったり、あとはギターの紹介だったり、バンドマンのですね、エフェクターボードの紹介なんかもね、やってますので、ぜひね、2回目になりますが、この機会にね、チャンネル登録をよろしくお願いします。はい。ということで、本日はストライモンのイリジウムの音を聞いていただきました。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ゆうきでした。じゃあね、バイバイ。